治療せずに放置するとニキビ跡として残ることがあります。とりあえず赤いニキビができなくなったら治ったって思っていませんか？ごめんなさい。表面上だけではないんです。ニキビ跡を作らないように治療するためにはニキビを作らなくする。つまりを治すってことがとっても大事なんです。ここで安心して診察を受けられるように皮膚科で行うニキビ治療をお話しします。皆さんこんにちは。皮膚科医の玉木ゆきです。このチャンネルはニキビ跡、湿疹などでお悩みな患者さんに正しい知識を世の中に広げるため、現役皮膚科医の玉木ゆきがお送りします。今日は診察中でよく見るニキビでお悩みな患者さんに見かける勘違い。ニキビが治るのにどのくらい時間がかかるのか、私たち医師が目指している治療のゴールについて皆さんにお話をしたいと思います。綺麗な肌を目指して皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。ニキビって一つでもできるととっても憂鬱ですよね。女性ならメイクでもうまく隠せないし落ち込みますよね。しかも忘れた頃にニキビってできるんですよね。診察しているとたまに気になってニキビをすぐ潰してますって小さいニキビでも潰せば治るって思っている方がいるんですよね。皆さんは潰したいって思ってませんか？自分でニキビを潰してしまうと周りの正常な皮膚まで傷つけてしまってニキビが悪化したり跡が残ってしまう可能性があるためやめてください。炎症のある赤いニキビを潰すことはもちろん、治療せずに放置すると毛穴の周りの組織も壊されてしまってニキビ跡として残ることがあります。実はニキビ跡って言ってもたくさん種類があって、赤い色が残るもの、茶色の色素沈着、クレーターのように凹んだもの、皮膚の表面が盛り上がったものなど、ニキビ跡もいろいろあります。凹みが残ってしまうと肌を元に戻すのはとっても難しくって、ダーマペンって言って髪の毛よりも細い針で肌に穴を開けて自分自身の治す力を利用して凹みを治す治療が必要になってきます。塗り薬だけでの治療は難しくて、その他の治療でも確実に治すことが難しいのが現状です。あとはニキビパッチ貼ってたり、ニキビの原因菌であるニキビ菌って嫌気性菌って言って酸素が好きなので、ニキビパッチで空気遮断しちゃうとニキビ菌がより繁殖しやすくなってしまうんですね。だからニキビパッチは貼らないでほしいんです。あと早く治したい方がネットでググったりすると思うんですけど、そうすると最短で最速でニキビを治すとか見かけるんですけど、ニキビの治療を何千人もやってきた私たち皮膚科医からすると、ニキビってそんなに簡単じゃないんですよ。あと患者さんってすぐに皮膚科に行けば治るって思っている方がいらっしゃったり、抗生剤飲むと治るからまた抗生剤くださいってエンドレスに抗生剤欲しいって方もいらっしゃいます。その時は本当に抗生剤が今必要なのか、抗生剤にも副作用があっていいことばかりじゃないから他の治療もしましょうねってお話をします。私たち皮膚科医も皆さんのニキビ早く治したいんですよ。でも皆さんの治ったと私たち皮膚科医が治ったっていうのが多分全然違うんだと思うんです。とりあえず赤いニキビができなくなったら治ったって思っていませんか？ごめんなさい。ニキビを治すのは赤いニキビを治すだけではなく、その表面上だけではないんです。虫歯になったら歯医者さんに行くけど、実は毎日正しい歯磨きをしていれば虫歯にならずに済みましたよね。ニキビの原因となる毛穴の詰まりを治さないとニキビが全然できなくなって治したって言えないんです。なので自宅で歯磨きをするように毎日毛穴の詰まりを取り除く薬を塗るってことがニキビを治す唯一の方法だと思ってください。赤いニキビを治す、ニキビを治したは虫歯のようなもので、皆さんそこを治せば治ったって思ってるのかもしれないんだけど、私たち皮膚科医が治ったって思ってるのは毛穴の詰まりをなくしてニキビができにくくなるために毛穴の詰まりを取り除いてもらっている状態を意味しています。ニキビの始まりは小さな毛穴での皮脂の詰まり。これは知っていましたか？だから原因となる皮脂の詰まりの治療に最低でも1年はかかるんです。それをお話しすると、そんなにっておっしゃる方が多いんですが、残念ながらそうなのです。それが皆さんとニキビを治す私たち皮膚科医の認識の違いなのかなって思います。それにニキビが長引けば当然ニキビ跡の赤みが続いて皮膚がへこんでしまったりニキビっぽく見えてしまうんですよね。ニキビ跡を作らないように治療するためにはニキビを作らなくする。つまり
毛穴の詰まりを治すってことがとっても大事なんです。なので、ニキビを潰してほしいって方には、潰すのは応急処置であって、潰すっていう行為で赤みがひどく残ったりもするので、言い方は悪いですけど、その場しのぎの治療でおすすめしないって時もあります。ニキビ治療は皮膚科行ってねって言っても、こんなことでほんと皮膚科行っていいのって、ちょっぴり不安ですよね。ここで安心して診察を受けられるように、皮膚科で行うニキビ治療をお話しします。よく皮膚科では、ディフェリンゲル、デュアック、ベピオゲルっていう塗り薬を使って、患者さん用に説明するパンフレットがあるので、こんな感じです。いつもはこのパンフレットを使って診察しています。まず最初は赤いニキビが気になると思うんです。このニキビ治療の急性期っていうのは数ヶ月くらいあって、そこでは抗菌剤と毛穴の詰まりを取る薬を使いましょう。そこからだんだんと時間が過ぎて赤いニキビができなくなっていったら、抗生剤は使わなくなっていきます。でもこれが治療の終わりではないんです。ここが重要です。毛穴の詰まりを取る薬は、1年ぐらいは塗らないとダメだよってことは、皆さんも頭に入れておいてください。あと、抗生剤を塗ってても治らないよって方は、耐性菌ができてて、抗生剤が効かなくなっている時があるので、薬の種類を変えてみるのもいいと思います。あとは、薬の塗り方とか、いつまでつけるのかを知らない方が多すぎます。お薬は持っているんだけど、何のために薬を処方されて、どういう目的でいつまで塗るのかってことを自分で知らないで、いい薬を処方されているのにうまく使えてないって方が多すぎます。抗生剤を使ってもまたニキビができちゃうよって方は、毛穴の詰まりを取る薬も使ってみたいですって先生に伝えてみてください。過酸化ベンゾイルってものだったり、アダパレンっていう成分が入っている薬になりますが、どちらも毛穴の詰まりをなくします。ただ、どちらのお薬もピーリングの作用がある薬だからこそ副作用はあるんですよ。だから最初はちょっとだけ塗って、それを塗り広げていくってやり方をしたりとか、毛穴の詰まりを起こしにくい保湿剤と一緒に塗っていくとか、あんまり乾燥やヒリヒリ感が強いんだったら、数時間つけたら洗い流すっていう方法もあります。私たち皮膚科医が目指しているゴールは、今あるニキビを治すのではなく、ニキビができにくい肌まで持っていき、ニキビ跡を作らせないようにすることなんです。だからどうしても1年以上はかかってしまいます。なので、そんなに時間かかるの嫌だなって思うかもしれないですけど、ニキビを間違った方法で治しちゃうと、必ず赤みが残ったり、皮膚がへこんでしまったりして、後々後悔することになるので、ちゃんと取り組んでほしいんです。だから皆さんもそこだけは絶対に気をつけてください。あと、皮膚科に行くと、すぐにピーリングとか美容でお金がかかるんでしょって人もいますが、違うんです。まずは3割負担の、いわゆる標準治療って言われている保険の治療をしっかりしていただいて、それでもどうにもならなかったら、自費の治療をすればいいんです。だから保険診療でいいので、必ずクリニックに行ってください。自分でも正しい知識を身につけていただき、ぜひ二人三脚で治していきましょう。いつまで塗るのかなとか不安なこと、わからないことは、その場で聞いてください。ニキビ跡を作らないような適切な治療を進めていきましょう。今日は診察中でよく見るニキビでお悩みな患者さんに見かける勘違いや、ニキビが治るのにどのくらい時間がかかるのか、私たち皮膚科医が目指している治療のゴールについてお話をさせていただきました。今回の動画が少しでも役に立ったなと思う方、高評価やチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、綺麗な肌を目指す方へ、皮膚科医が肌のトラブルのお悩みを解決しています。コメントや高評価ボタンを押していただけると、今後の動画更新の励みになるのでとても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。